今週の STB は未来ウィークと題しまして、北海道の未来を考え、未来に挑む方たちを応援して、一人一人が自分の未来を思い描くためのきっかけ作りができるような、そんな1週間をお送りしています。で、今日は北海道の基幹産業でもあります農業の未来について考えます。訪れる人々に感動を与える広大な大地は、日本の食を支える北海道の農業が織りなす風景。そんな北海道の農業は今、新たな時代を迎えています。ドローンが空を舞い、トラクターが無人で田畑を耕す。これが農業の最先端。テクノロジーで100年後に続く農業の未来を守ります。皆さん、スマート農業っていう言葉を聞いたことございますでしょうか。スマートは英語で賢いとか効率的、それから高度に最適化されたというね、そういう意味があるんですけれども、この最先端の技術を使いましてね、労力を軽減する新しい農業の形です。農業に関わる方の人口が減る中で、国もこのスマート農業の普及を推進しています。今回どさんこワイドがお邪魔しましたのが、今地域一丸となっているこちら、スマート農業化を進めている十勝なんです。十勝には農業とともに歩んできたある人の思いもありました。今年から十勝である取り組みが始まりました。地域の生産者たちを対象に、十勝の農協や帯広畜産大学が協力して行う農業に必要なデジタルの知識や技術を学ぶプログラムです。この日は座学の後、すでにスマート農業を始めている帯広の農家さんのもとで、種まきと整地する作業を見学しました。この畑はですね、約2ヘクタールぐらいなんで、向こうまで約170メーターです。今回は女王さんがお一人で未来を監視してるのを見ました。夏は使われているタブレットっていうのはこれですか。皆さんの家で使っている Wi-Fi と一緒です。通常操作する人はこれは積んどいて、でこっちでやるという。あらかじめ位置情報やコース、作業の内容をプログラムすると、タブレットのボタンを押すだけでロボットトラクター2台が同時に畑を駆け回ります。我々のリモコンでもこんな操作ができるんですね。通常何年もかかるというトラクターの運転技術ですが、カーブや旋回といった熟練の技を無人のトラクターがいとも簡単にやってのけるのです。しかも疲れ知らずですから、休むことなく働いてくれます。この後はショーズも巻こうかな。ショーズの巻くもこれと芋掘りだとか、その後のもうまた来年に向けての畑作りのデスクとかサブソイラとかはさせないですか。いや、やってるやってるんですか。じゃあ結構させてるんですね。いや、せっかくあるから確かに両親いますけど、ほぼほぼ一人でやってるので、人手不足もだんだん深刻になってきてて、無人で走らせといて自分は違う仕事ができたりとか、そういうことも可能ですし、ありがたいなって思ってますね。いや、やっぱり年取ってもロボットが自動でやってくれるなら設定するだけで済むんで違うんじゃないですかね、やっぱり。いや、複数台同時にできるっていうのは省力化になるなと思いました。参加者の中には高校生の姿もありました。なんか面白かった。畑作農家で、家では自動操舵システムで直進しかできないんですけど、いや、もうタブレット端末とかでもう勝手に旋回してくれたりとか、将来人件費とか時間の効率とかも考えて買った方がいいのかなと。そう話してくれた新井くんの実家は、現在3代目の両親が2人で畑作農家を営んでいます。新井くんは
その一人息子です。中学生の時まではなんか仕事頼んでも面倒くさいなっていう感じだったんですけど今は率先して手伝ってくれたり、なんかやることあるかいってね、言ってくれるから助かってるよね。草取りも後継いでくれるんだなと思うとちょっと仕事も、やりがいがあるっていうか。将来はスマート農業を活用して農場を大きくしたい、それが新井くんの夢です。こうやって一緒に仕事してくれるだけでもこちらも楽しいですしね、ありがたいのもあるんですけど、やっぱ親子で一緒に仕事するってなかなかね、これ農業ならではというか、十勝はこの地域だけで全国の1割以上を賄う食糧基地。生産者1人当たりの平均耕地面積はおよそ46ヘクタールで、全国平均の20倍以上あります。この広大な畑を維持していくための大きな課題が高齢化や働き手不足なのです。そんな農業王国十勝を担う後継者を育てる伝統校が帯農の愛称で親しまれている帯広農業高校です。帯農では2年前から文部科学省の指定を受けて本格的なスマート農業の授業が始まりました。この日は農業科学科の1年生にとって初めてのドローン実習。そこには新井くんと講習会に参加していた大野くんの姿もありました。実際にこのドローンを飛ばして右から生えてるショーズ、じゃがいも、大豆、かぼちゃ、小麦の上順番に飛ばしていきたいと思います。じゃあ飛ばします。今ショーズが見えてます。これを植生を見ますよというカメラに切り替えます。こんな感じで赤いところ、今実際植物生えてますよというところになっています。特殊なカメラを使うとご覧のように一瞬で生育状態を確認することができます。こんなことまで教えてくれるんだ。わかりやすいですね。これまで畑の中を歩き目で確認していた作業が時間も労力もかけずにできるのです。これによって育ちが悪いところにピンポイントで肥料をまくなど効率的な作業が行えます。今ドローンはさまざまな形で農業に活用されています。左スティックを上げて上昇しましょう。はい。で、だいたい自分の目線の上ぐらいまで上げましょう。このぐらいか。そうですね。はい。うわ、すげえ。ゲームに慣れている今時の若者にとってコントローラーの扱いは比較的簡単なようです。若いからこそできるところもあるんだな。すぐ慣れそうですね。 AI など技術の進歩もあって今ドローンは手軽で有能な農機具に。はい、こっち側に。そうですね。ちょっと手前に戻していって、離発着状のところですね。トラクターとはまた別のなんか操作感とかでなんかすごいなと思いました。やっぱり若者も入りやすい即戦力として仕事ができるようになっているのが今すごいなとは思います。農作業もやっぱりドローンを使ってセンシング撮影したりだとか未来の農業を感じるなって思います。大野くんや新井くんが通う農業科学科の1年生はほとんどが農家の後継者たち。彼らは朝夕の農業実習を行うため1年間寮で暮らしています。こんにちは。こんにちは。健介さんはなんでこちらの農耕に入ったんですか？はい、私はですね、やっぱり家が農家ということもあって、農業が楽しいなと思って農家を継ぎたいなと思ったので。大野陸斗さんはなんでこの農耕に入ったんですか？家業を潰したくないというか止まらせない家業を継ぎたいからです。
家業を継ぎたいと話していた大野くんもその一人です。ここは大野くんのおじさんと祖父母が営む長芋畑。実は大野くんは農家の息子ではありません。お父さんは一般の会社員で、早くに亡くなったお母さんの代わりに農家を営むおばあちゃんが母親代わりでした。そんな祖父母に恩返しがしたい、そう思っているそうです。去年もやってもらったけどね、やっぱし助かったよ。こっちだったら3日も4日もかかるけど、全然農家はね大変だからね。あんたは町の人間だからね、どっかいい学校行って勤めなさいって言ってんだけど、期間もね期間かかった。去年やった時めちゃくちゃ暑くてやばかったです。よくできますよね、60年間。大野君はなんで農家さんになろうと思ったの？おじさんとかじいちゃんか、ばあちゃんもそうなんですけど、ずっと頑張って、それを頑張ってくれたものをなくしたくなくて、それで農家さんやって農家していきたいなっていうことです。この話知ってるの？いや、知らないですよ。恥ずかしくて言えないです。農場の3代目である叔父の忍さんには跡取りはいません。結構進んだ。結構進んだ。あっちまで行ったらさ、ちょっと手伝ってくれ。だいぶ助かるようになりました、ありがたいです。叔父の忍さんは少しでも作業を効率化しようと去年補助金を活用して農薬散布用のドローンを購入しました。実習とは比べ物にならない大型のドローンに思わず、かっこいい。カメラついてる。あ、そういえばなんかやってたら講義でこことここにカメラついてますよって。本当だ。農薬散布用の大型ドローンを操縦するには機体によってライセンスが必要です。それを取れば大野くんも即戦力として働けます。これ目視で確認しなきゃいけないんでしょ。あっちで多分ね、センサーが働くから、そしたら手動で。こういうふうに。あ、そうなんだ。そう。カメラ見えるんで。そのためのさっきのあのカメラか。送信機持ってルートを勝手にもう AI でしてくれるんで、ゲリラ豪雨みたいなのもあるじゃないですか。トラクター入れなかったらっていう時もあるんで、やっぱそういう緊急事態でもドローンだったらとりあえず次の日は入れますから、いやかなり有効だと思いますね。ドローンを使うことで作業時間も大幅に短縮しました。ということです。全然分かんなかった。すごい。多くの生産者が取り入れたいと考えているドローンやロボットトラクター。ただ、このドローンの機体だけでおよそ250万円。高額な機材がスマート農業を始める大きな足かせとなっていますけれど、十勝の農業と生産者を守るためにはスマート農業は必要不可欠である。そんな強い思いで十勝にスマート農業の礎を築いたある人物がいました。一面に広がるのは長芋畑。十勝は道内のおよそ8割を占める長芋の一大生産地です。この農業風景に今年大きな変化がありました。ドローンです。畑の上を縦横無尽に飛ぶ姿は新しい農業の形。
この十勝のスマート農業を牽引してきたのが今年1月93歳で亡くなった JA 帯広川西の元組合長有塚俊信さんでした。 JAXA の宇宙日本食にも認証された地域ブランド十勝川西長芋を世界に送り出すなど半世紀以上十勝農業の発展のために尽くし時代とともに歩んできた地域の立役者です。この広い十勝の農業と生産者を守るためにスマート農業は必要不可欠である。その強い思いでロボットトラクターやドローンなどテクノロジーの導入を積極的に進めてきました。私どもの組合長会においてはこれを一刻も早く実践していこうときちんと私どもの現場でそれをですね推進していこうじゃないかと、そんなことを今申し合わせ進めているところであります。93歳という年齢でなお新たな農業の形を模索し、去年の春には国の事業を活用したスマート農業推進プロジェクトを新たにスタート。亡くなる直前まで100年先の十勝農業の未来を次の世代につなごうとしていました。この畑が、僕らの作っている十勝川西長芋の畑です。川西で今100軒ちょっと、これねよく緑のカーテンって言うんですけど、僕らは今3メーターぐらいのつる伸びるんでネットを張って太陽の光をいっぱい浴びておいしい長芋を作るようにってやってるんですよね。長芋で僕はこのドローンを今一番使ってるんですけど、長芋って10日に1回虫とかをやっつけないといけないんですよ。今まではトラクター、このドローンがあると通路がいらない、2単分の面積を長芋が植えれる、200万円分ぐらいの収入増になるんですよね。ドローンを入れることによって農薬も均一に触れる。で通路がいらなくなるから通路のとこも長芋植えれる。でより品質がいい長芋をより収入を多く得られる。でそれが一番大事なのが、今年からうちの息子が農家やってるんですけど、1年生でもできる。これからは人手も少なくなるし、でやっぱりこの今の最先端の農業を川西にも導入するんだと言って、ロボットトラクター、そしてドローンを組合長は導入してくれたんです。僕らは日本の皆さんに安心で安全な食料を今以上に安定的に供給するために最新の技術も使う。でみんなで協力もする。その中で絶えず改善をして進化をしていくのが十勝農業じゃないかなと思います。有塚元組合長が残してくれた未来への種が確実に十勝の大地に受け継がれています。先月札幌に帯広農業高校の農業科学科1年生たちの姿がありました。農水省が選定したスマート農業教育の北海道拠点で最先端の農業を学ぶためです。このスマート農業は技術的なところで、その技術を使って何をするかっていうことが一番大切で重要なところだと思うので、ここはロボットトラクターの格納庫なんですけども、約30台くらいあります。でこれが1992年に野口先生が最初に開発したロボットトラクターの1号機、GPS がなかったので三角測量のような原理で走行試験をしたものです。このわずか30年で農業の技術は飛躍的な進歩を遂げてきました。高齢化進む中でベテランの農家さんがちょっと遠い補助に行くの大変だったり、現場の作業が大変になってきている中で、作業者の方がこのスマートグラスをかけて遠隔で栽培指導を行った実証のご紹介となります。
現場に足を運ばずとも圃場の様子を見ることができたり、後継者の方にも技術を継承できる。そして若者たちが新たな時代の扉を開いていきます。持続可能な農業を作るためにはやっぱりスマート農業って大切だと思うので、これからちゃんと僕の将来の農業について考えていきたいなと思います。やっぱ年齢、年を重ねることでできてた作業ができなくなることもありますし、ロボットとかドローンをいっぱい使って自分が一番のスマート農業をやってるぞっていう農業経営者になりたいです。いや、頼もしい若者がいっぱいいてくれて本当に嬉しいなと思うんですけども、農業っていうのはあくまでも人の手で時間と労力をかけて完成するものってイメージがあったんですけども、その人の手に代わる新しい技術ってものが生まれてますんで、この技術を若い方たちが使って新しい農業を作るチャンスにもなってんじゃないかと思うんですよね。そうですね、課題はあって大変なこともたくさんあると思うんですけれども、どうしようどうしようではなく、どうやったら解決できるのか、そして今だけではなくて高校生の皆さんの姿もありましたけど、次の世代にそれをどうやって伝えていくのかっていうのも含めて、まさに有塚さんの教えもあったと思いますけれども、こうして形になってるんですね。次の世代ね、伝えていくにはやっぱり今一生懸命頑張ってやってる農家さんたちの知恵とか経験、これも絶対重要にはなってきますよね。これまでどさんこワイドは北海道の未来を担う農業高校、そして水産高校の皆さんを取材して応援してまいりました。そして STB では来年の春から北海道の農業の未来を考える新しい大型企画どさんこ村をスタートさせます。このどさんこ村は JA 帯広川西と帯広農業高校、そして STB が協力して運営する実験的な農場になります。新規就農やスマート農業など、今農業が直面している課題に取り組み、その将来を模索していきます。このどさんこ村の取り組みについては今後番組の中でもお伝えしてまいります。